きっかけとしては、私が学生だったんですけどね、大学生で、それで、先輩の方からイギリス、勉強するんだったらイギリスの方がいいんじゃないかと、アメリカよりもいいんじゃないかって言われましてね。で、ちょっとアルバイトでお金を貯めて、それで来ましたね。今度来た時は、その2回目の時はね、楽しいっていうところじゃなかったですね。もうともかく生活がかかってるのと、で2月ばかりでしたら、しぼしぼした雨が降ってね、いやーもう本当にね、物価も高いし、金はないしね、そこはね、船会社で、だけどエージェントじゃなかったんで、本社ビルだったんですよ、ヨーロッパの。で何をしてるかってエージェントにいろんなエージェント持ってましたから、その時に何々しなさいっていうのは、司令塔って言ったらいいんですかね。で今度は船会社っていうのは、大きな荷物取るだけなんで、その前の仕事を学ぶわけじゃないわけですよ。梱包から回収ね、そういうのやってないですから。で今度は英国の会社にたまたまね、募集してるって見たんですよ。それキューガーデンにあったマイケル・デイビスっていう会社なんですけどね。でそこが今の会社の元になってるっていうんですかね。コットとか B3 の会社だったんですよね。梱包したり輸送したりで、日本にも支店持ったんですよ、その会社。それでそこで3年お世話になって、辞めた理由としてはやはり日本人のサービスしようと思えばね、その会社はダメだっていうのが分かって、どうしてかというと、全部イギリス人のなんですか、生涯になってるっていうんですかね。例えば日本人の仕事だとね、少ない仕事とかいっぱいあるわけですよね。後回しになっちゃう、全部で、自分でこれやるしかないかなということでね。それでは独立したから言ったって金ゼロですから全然家があるだけですよ。でその時の倉庫っていうのはね、今でもそうなんか分からないですけども、25年契約なんですよ。どうしようかなって悩みましたけどね、25年こんな25年も払っていくなったら自腹でやるしかないわけですよねと思いましたけど、来年再来年まではなんとかなるだろうという感じで、ともかくサインしました。でそれが最後まで大変でしたけどね、その25年契約っていうのが。アンティークなんかでもね、90年前後っていうのはね、もうどんどん来られてね、もう断りたいぐらい来ましたね。もう正月であろうがね、クリスマスいつでも仕事ありました。日本の例えば薩摩焼とかね、伊万里焼で西洋骨董でも高いもんですね、その当時は。例えばそのブロンズとかね、それからあと大理石の置物とか、そういうのが結構行きましたね。私自身も美術に大好きで、勉強してましたから、英国の陶器から始まって、あとそれからフランスの陶器、ドイツの陶器、マイセンとかですね。ですのでやっぱ好きなことをやるのが一番いいんじゃないですかね。一応梱包だけど回収してきた、こんなん買ってるなって分かりますしね、今ね。これ騙されてるなとかね言わないけど、計算にはね。どうですかね、私はそのトランスポートというか倉庫業としてね、やはり自分の一軒の倉庫を建てたいと。でセキュリティも完璧にしたいということでね、どっか土地を買って建てようかっていう考えがあったわけですよ。あっちこち倉庫見ました。100軒か200軒見ましたね。あっちこち見ました。いろんなところ。結局はやっぱり私の力では買えないっていうのが分かってきたんですよね。たまたまね、このパークロイヤルで区が奨励してね、やってる土地があるってわけね。そういうスモールビジネスにね、でいろいろと補助もありますよということで、何件か出たわけですよ。私はもう、これじゃと思ってね、もう日本に行く出張があったんですけど、もうみんなで買ってしまったわけで、買うということで。で、それで一応、いくらかって言うと、やっぱり1ミリオンがかかりますって言われたんですけども、もういいだろうと、もうとにかく、あんまり先に言っても、考えるとね、結局できないんですよ。計算するとできないので、計算しないで、ともかく買うだけ買って、後から考えようと思ってね、サインしました。ここは本当にそういう意味ではもう最高の倉庫でしたね。しかしその代償大きいですよ。それだけ金かけてるわけですから、借金もあるしね。それでもやっていけたっていうのは、今考えたらすごいなと思いますよ。今はちょっととてもなくできないですよ、今はね。英国の家をやっぱり日本よりも優れたところ、あるんじゃないかという気持ちでいろいろ研究しまして、だから英国の会社と知り合いましてね、その家っていうのはバラバラになってるんで、それをコンテナ入れて送れるわけですよ。これを日本でやってみたらどうかっていう考えを持っていて、それで、ある程度日本にもソール代理店を作ってね、8軒ぐらい売りましたよね。いい材料を作って家を作り、100年の最低使える家を使うということで、エコにもなるんじゃないかという考えなんですよね。やっぱり仕事してる喜びも感じてますし、今ね、できるだけ限り最後までやっていきたいなと思ってますんで、ただ単に荷物運ぶだけじゃなしに、さっき言ったね、環境に優しいものとかね、それを考えながらやっていきたいなといつも思ってます。だからそういうところにはいつも参加してますから、エコっていうことですけどね。もう今も大事ですけど、もっともっと個人個人がやはり
意識しないとダメじゃないかと思ってますけどね。